はい、こんにちは。今回はカブトの自転車用ヘルメット、フルレをレビューしていこうと思います。このヘルメット、カブトのラインナップの中でもちょっと経路が違う立ち位置にある製品です。どんな構造をしているのか、そして使い心地はどうなのか、チェックしてレビューしていこうと思います。じゃあまずこのフルレの立ち位置について説明していきたいと思うんですけど、今までのカブトのラインナップでは自転車用のヘルメットって主に街乗り向けの製品と競技向けの製品っていうのに2つに分かれていました。まず街乗り向けの製品なんですけど、これは普段の街中でのライドとかに向けた製品で、普段着にマッチするようなデザインのものが多くって価格は安いんですけど、その代わり少し重量が重くってフィット感という点でも少し快適性が低いものが多かったです。で、一方で競技向けの製品としては冷却性を高めるために穴がいっぱい開いてて、しかも軽くってフィット感にも優れるっていうものがいくつもラインナップされてて、これは競技するライダーからはすごく支持されています。ただ一方で、ちょっとデザインが戦闘的すぎるっていう点でレースをしない、街乗りでしか自転車に乗らない人にとってはちょっと買うのに抵抗があるなっていう意見もあるみたいでした。で、今回のこのフルレは、この2種類のヘルメットの間を埋めるような立ち位置にあります。カブトのホームページでは抜群のフィーリングを受け継いだ新世代のラウンドフォルムヘルメットって書いてあって、何のことかよくわかんないんですけど、要するにハイエンドの街乗りヘルメットっていうような製品になります。かぶり心地については競技用のハイエンドモデルと同等の構造を採用していて、頭の形に合わせてすごくきめ細かな調整ができますし、一方でデザインはあんまり競技志向になりすぎない、普段の街乗りでも使いやすいような見た目と、こういう凹凸の少ないラウンドフォルムが特徴の製品となってます。で、カラーリングについても5色で展開されているんですけど、どれも少し落ち着いた色合いになってます。じゃあこのヘルメット詳しく見ていきましょう。まず外観なんですけど、凹凸の少ないこういうラウンド形状のフォルムになってます。で、前には空気穴が1,2,3,4,5個で、後ろから見るとこんな感じに3つに分かれて空気抜き用の穴が開いてます。全体的にこの冷却用の穴は少なめですけど、効果的に空気が入ってそして熱気を放出しやすい位置に配置されているように思います。カブトって今まで ARR1、ARR2 とかで設計の知見があると思うんで、その辺が応用されているんかなと思います。ただこのヘルメット自体はエアロヘルメットってわけではなくて、あくまでこういうシンプルでスタイリッシュな形状っていうのを第一にデザインされているみたいですね。で、この後頭部のところ、このカブトのロゴがあるこの部分は再起反射の素材になってて、光が当たった時に反射して非視認性を上げるような工夫がされてます。で、次内側なんですけど、こんな感じの構造をしてます。で、実はここの作りはカブトのレース向けのヘルメットフレックスエアとほとんど同じ作りなんですよね。特徴はこのエアフローパッドっていうこのヘルメットの帽体と頭の間を浮かせるようにハンモック状に配置されたパッドですね。かぶった時にこの帽体との間に隙間ができて、そこに風が流れるようになってます。これはね、このフレックスエアで採用されて、すごくフィット感も快適性も良かったんで、それがこちらにもそのまま使われてるみたいです。で、アジャスターの部分も同様にこういうボアダイヤルの KBF2 っていうアジャスターシステムが採用されてます。すごく細かくこの締め付け具合を調整できて、しかもこのワイヤーが柔らかいんで頭の形に沿ってぴったりとフィットしてくれます。ここのアジャスター自体は高さを調整できるようになってます。なので頭の形とか被り方に合わせてこの被りの深さっていうのを調整することができます。
そして、この機能面で最も特徴的なのはこのバックルですね。フレックスエアほか競技用のヘルメットでは、こういうパチッとはめるようなバックルシステムが採用されてるんですが、フルレではマグネットバックルっていうのが採用されてて、これフィドロックっていう会社の製品のバックルなんですけど、近づけるだけでロックされて横にずらすだけで外れる。でロックされた状態では引っ張ってもしっかりと固定されるっていう仕組みで、ヘルメットをかぶったり脱いだりする機会が多い街乗りで便利なバックルシステムになってます。特にね、冬場分厚い手袋をしてる時にバックルの脱着するのって結構大変なんですけど、このフィドロックだとそういうシチュエーションでも簡単にバックルをつけたり外したりすることができます。さて、でこのフルレなんですけど、サイズは S サイズと M サイズ2種類のサイズで展開されてます。街乗り用のヘルメットってワンサイズが多いんですけど、そういう意味でもやっぱり高級モデルとしてちょっと差別化されてると感じました。で重量については S サイズで 260g、この今回レビューしている M サイズで 270g となってます。で、実測重量を測ってみましょう。重量は 256g ですね。交渉 270g なんでちょっとこの個体は軽めみたいです。ただフレックスエアが 194g とかなんで、こういうガチの競技用モデルに比べるとやっぱり少し重いかなっていう印象はあります。じゃあね、このフルレ実装でレビューしていこうと思います。今回半年ぐらいかけて夏場と冬場それぞれで試してみたんで、その使用感をお伝えしていこうと思います。ということで普段の通勤とかロードレンでこのフルレを使ってみたんですけど、まずフィット感についてはフレックスエアとか ARR2 みたいな競技向けのモデルと遜色ないです。非常に着用感いいですし、この顎紐のバックルを締めずに頭を振っても落ちないぐらいしっかりフィットしています。このヘルメット重量は260から 270g と少し重めではあるんですけど、かぶってみるとそこまでの重量感は感じないです。でこのフィドロック製のマグネットバックルについては最初こんなものいらないだろうと思ってたんですけど、実際使ってみると結構便利です。特に冬場手袋している状態でこのバックル外そうとした時に、うまくつまめなかったりするんですけど、このマグネットバックルだと横にずらすだけなんで簡単に外せますし、かぶる時も手探りでパチッとマグネットが吸着するんで、すごく簡単にヘルメットをかぶったり脱いだりできます。で一方でちょっとデザインから想像してた通り通気性はあんまり良くないですね。今の時期冬場はちょうどいいんですけど、夏に使ってみたところ、やっぱり暑かったです。特に負荷がかかってしかも風が当たらない上り坂では頭からかいた汗が垂れてくるぐらい暑いんで、正直ね夏場はあんまり使いたいとは思えなかったですね。というわけで今回はカブトのハイエンド街乗りヘルメットフルレをレビューしてきました。このヘルメット、安価な街乗り用ヘルメットと競技用ヘルメットの間を埋める存在としてのコンセプトは悪くないかと思ったんですけど、実際使ってみると、少し中途半端な印象を受けてしまいました。このフィット感はすごくいいですし、このマグネットバックルも必須ではないと思うんですけど、あると結構便利だと感じました。ただその一方でやっぱり気になったのは夏場での通気性ですね。冬場はともかく真夏は結構暑いかなと思います。あとは価格ですね。このフルレ定価が 27,500 円と結構ね高めの価格帯となってます。正直それだけの価格を出すんであれば、私は通気性が良くってしかも 200g を切る超軽量のフレックスエアーとか、すごく空力がいい ARR2 みたいな、こういう競技用のヘルメットの方が満足度は高いかなと思いました。
もちろんこれ自体悪いものでは決してないんで、このスタイルが気に入ったら選んでも絶対後悔することはないとは思うんですけど、街乗り用ならではのプラスアルファが欲しかったなと思います。例えば実現可能性はともかく、このヘルメット自体に例えばバックミラーを内蔵するとか、あとはこの中の熱気を強制的に換気する、電動ファンを内蔵するとか、そういうプラスアルファがあったら、より個性が際立ったんじゃないかなと思います。はい、ということで、コンセプトは悪くないんですけど、あと一歩という感じの製品だったんですけど、今後もこういうヘルメットとか用品類のレビューやっていこうと思います。もしこの動画が参考になりましたら、高評価とかチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。